皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。皆さんはアニメ風の RPG お好きですか？僕は大好きです。ブループロトコルを全裸待機して早数年、全く情報が公開されません。さて今回はそんなアニメ風 RPG がお好きなスマホゲームプレイヤーの皆様に朗報です。アニメ調で描かれるアクション RPG からシミュレーション RPG、 さらにオープンワールド RPG5 本を紹介したいと思います。題してスマホで遊べるアニメ風キャラが織りなす RPG5 選。今回も粒揃いのタイトルとなっており、ますます国産タイトルとの差が開いてしまいそうなものばかりですので、ぜひ最後までご覧ください。ここでちょっとお知らせ。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見てまいりましょう。1タイトル目はアルケランド。開発はアズレアやラングリッサーモバイルでおなじみのズロンゲーム。ジャンルはシミュレーション RPG で、世界観は剣と魔法の中世風ファンタジー。物語の概要は中世イングランド王国の王朝ブランタジネット家の実話に基づいて、生まれながらに死刑を宣告された絶望的な王女が国家と戦い、国家と人類の間で戦う物語。史実に基づいたゲームって信長の野望とか三国志とかしか印象にないので、なんか旬な感じですね。しかもアニメ調というところでぐっと引き込まれ、さらに中世ってだけでファンタジーが似合うのはずるい。サムライとファンタジーは似合わないよね。ゲームの特徴としてはスキル、属性、地形要素を利用したプレイが単調にならないように様々な戦術システムが実装されており、ソロプレイのストーリーを楽しんだり、仲間と協力して巨大ボスを攻略したりといった PVE を楽しむことができる感じとなっております。そしてグラフィックに関しては見てわかる通り、トゥーンレンダリングによる美麗なアニメ風に仕上がっていて、派手な演出はもちろん没入感が味わえる内容と想定します。開発者さんのインタビューでは 3D グラフィックで表現された50以上のシナリオのカットインを通じて、新しい視聴的な楽しみを味わうことができますということで、結構見ていて飽きずに楽しめるのかなといった印象です。また BGM にはキングダムハーツやファイナルファンタジー15、みんな大好きグランサガなどの BGM を手掛けた下室陽子さんをはじめ、その他有名なクリエイターが参加しているようです。本当に曲はいいですよ。公式サイトに行くと BGM を視聴できるので、ぜひ興味があれば聞いてみてください。公式サイトの URL は概要欄に記載しておきます。シミュレーション RPG というところで、ちょっと日本ではプレイヤーを選ぶ内容ではあるものの、映像を見ている限りグラフィックや演出、さらに BGM も良いので、プレイする取っかかりとしては良いのかなと思います。まあ最終的にはゲームのテンポだったりマネタイズといったところが重要になるので、その辺はリリースしたらプレイして判断してみてください。続いて2タイトル目はソウルストリートボーントゥービーキング。中国名だとテュエンシャンウェイワンって読むのかな。開発は Born to be King Studio。このタイトルは中国の熱血国民的漫画の名作ソウルストリートの IP を使ったゲームとなっており、漫画はもちろんアニメ化、映画化、さらには実写ドラマ化までされている中国屈指の IP 作品。ジャンルはアクション RPG で、世界観はソウルファンタジー。物語の概要は、女子大生カリンはある日突然人間と幽霊が共存する世界鎮魂街に迷い込んでしまう。悪霊に見つかってしまったカリンは鎮魂街の管轄者主人公宋延平とその弟である宋元龍に救われ、鎮魂街を乗っ取ろうとする王国との果てしない戦いを描いた物語。なかなか中に臭さがプンプンする内容ですよね。この主人公はどうやら三国志の曹操の末裔という設定で、6体の武将を守護霊に持っており、この守護霊と共にバトルを展開していくというのが特徴。もしかしたらこの守護霊は中国の有名な武将などがモチーフとなっていそうな気がします。バトルは爽快感のあるアクションバトルとなっており、スタンドのような守護霊を駆使しながらバトルを展開していく流れとなっております。キャラデザに関しては IP ものということで、原作を再現するためちょっと古めなデザインといった印象。現在人気のアニメ風 RPG と比べると見劣りしてしまいそうなものではありますが、それでもゲームの売りとなるバトル部分は守護霊を駆使しながら戦うという斬新な要素があるので、日本でリリースすることがあればぜひ触ってみたいと思います。ぶっちゃけゲームじゃなく漫画の方が気になりますね。続いて3タイトル目はエンバース。開発はキーフ。ジャンルはアクション RPG。
物語の概要は終末転生大陸アタランが舞台で、かつてこの大陸は次々と輝かしい文明を生み、やがてそれらの文明は崩壊し、ブライトエンバースと呼ばれる災害が発生した。こりゃやべえ。大陸最後の文明も残り火の危機に直面しており、旧文明の残り火の英霊たちは炎の呼び声のもとに目覚め、全王朝の文明の残り火を集め、主人公と一緒に繰り返される輪廻の運命から人類を救う物語ということで、バトルはクォータービューによる共闘がメインのスタイリッシュなアクション RPG が楽しめる内容となっていて、 PV を見る限りだと3人1組なんですかね。クォータービューの良いところは俯瞰して全体を見れるのでごちゃつきにくく、乱戦になっても自キャラを見失うこともなくて良いんですよね。グラフィックやキャラデザもよくできていて、開発者さんのコメントを見ているとどうやら日本のイラストレーターさんが起用されているようです。そのため日本でも受け入れやすいデザインなのかなといった印象です。近々ベータテストが開催される予定なので、これからもっと詳しいことがわかるのかなといった感じです。 PV 見てるとボス討伐がメインの共闘マルチなのかなと思われ、6年くらい前にスクエニがエンパイア・イン・ザ・ストームという中国のタイトルを日本で展開していたのですが、ボス戦のみの共闘マルチだったので、それに近しい感じがプンプンします。詳しい情報が入ればまたお伝えしたいと思います。続いて4タイトル目はクリスタル・オブ・アトラン。開発は VI ゲームズ。 VI ゲームといえば TikTok を運営するビートダンス傘下の企業さんで、相当な資本を持っていそうですよね。もう通貨も想像できないくらいお金持ちの会社なので、本タイトルも相当開発費をかけ力を入れているのではないでしょうか。ジャンルはアクション RPG で、世界観は魔法と機械が共鳴する浮遊世界が舞台となっているスチームパンクファンタジー。物語の概要は無限の魔力を秘めたクリスタルコアの出現により、主人公の都は巨大な陰謀に巻き込まれていく。魔法兵器を駆使して戦い、古代遺跡を探査し、古代文明が滅亡した真相を探り、新たに生まれる陰謀を阻止するといった内容。本タイトルは過去に何度か紹介しているのでご存知の方もいるかと思いますが、つい先日ベータテストが無事終了し、さらに本格的に事前登録も始まり、リリースも目前と迫っている状態。 CBT をプレイした方の映像を見ると MMO となっており、前回お伝えした通りグランサガと結構類似している感じで、マップ移動などの煩わしさがないステージ選択型となっており、ちょっと思ったのはこのステージの作り込みがどことなく幻冬チックで、なんか見覚えある印象なんですよね。気のせいですかね。まあグランサガと幻冬の良いところをうまく使ってる印象。 NPC のデザインは幻冬より上ですね。はい、間違いなく。バトルはスタイリッシュに展開するアクションとなっており、4つの業種かつそれぞれ10以上のスキルを選択でき、さらに8つの転職システムなどが実装されていて、様々な戦闘スタイルで遊べる内容となっております。この戦闘システムって最近のタイトルではあまり見ない要素ですよね。このシステムがどういうところで活用されるのか結構気になります。グローバル展開はどうなるか分かりませんが、ぜひ展開してほしいタイトルです。間違いなく話題性は高いと思います。続いて5タイトル目、今回の動画の注目タイトル、プロジェクトリボーン。開発は NAX ゲームス。ジャンルはオープンワールドアクション RPG。世界観は剣と魔法のファンタジー。物語の概要は悪夢が頻発する地底に封印された真実を切り開き、世界に広まる災害を解決していくといった内容。こちらのタイトル発表されたのが9月30日頃で、まだ詳しいことが不明ではありますが、ベンチマークとしては原神がモチーフとなっていると想定します。また原神かといったところではありますが、こればかりはね仕方ないですよね。はい、PV を見ている限りはバトルは爽快感とスタイリッシュさを兼ね備えており、さらにスキル演出なども凝っていて、原神をかなり意識して作られている印象。そして壁走りができるため、バトルにおける立体的な戦闘が楽しめるのではないでしょうか。これまでに原神風タイトルが数多くリリースしておりますが、それぞれの良いところを踏襲しつつ独自性を出している印象で、後発タイトルの良いところはこういった過去に出た作品の良いところを踏襲できることが魅力ですよね。そして現時点で公表されている内容をまとめると、オープンワールドアクション RPG であること、キャラのデザインはかなり力を入れていること、リリースは未定だがベータテストを来年春頃予定しているとのこと、グローバル展開は未定といったことしか分からず、お伝えできる内容も少ないのですが、このタイトル今後も追っかけていきたいと思いますので、続報が入り次第お伝えしようと思います。お楽しみください。は
はい、今回はスマホで遊べるアニメ風キャラが織りなす RPG5 選ということでお伝えしてまいりましたが、いかがでしょうか。どれもこれもキャラのデザインは良く、トゥーンレンダリングによるアニメ調表現もよくできていて、さらにゲームの根幹となるバトル面でも飽きさせない独自のシステムを採用しているので、楽しめそうなものばかりですよね。特に最後に紹介したプロジェクトリボーンについては話題性の高いタイトルになる予感がします。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。